球の皆さんこんにちは、月くんと申します。突然ですが皆さん、明日、明後日は何の日でしょう？そうだね、ウルトラの父降臨祭だね。え、クリスマス？知らないな。12月の24日、25日はウルトラの父降臨祭なんで、ウルトラファン全員それをお祝いするという予定がありますから、自動的にリア充という無敵理論を提唱していこうと思います。ウルトラの父降臨祭というのは M78 ワールドの地球の12月24、25日あたりに定着していたお祭りというかイベントで、かつてウルトラの父が地球に降臨した日を記念してお祝いするという生かしたお祭りです。そうなった経緯なんですけど、もともとウルトラマン兼ウルトラの父がかつてウルトラマンエースの任期中に12月の24、25日あたりに地球に来て、雪鳥獣スノーギランに倒されたエースに座を陸して救ったんですよ。その時のインパクトが凄まじかったんでしょうね。しかもその後の太郎やレオの時も12月に登場していて、この辺りに登場が多かったウルトラの父を称えて、毎年24、25日頃はウルトラの父降臨祭となっていることがメビウスの時代に発覚しましたね。でもウルトラの父が初めて地球に来たのって確か秋頃で、その時はやられちゃって、それはなかったことになってるんですかね。まあそんな降臨祭ができることになった一番の出来事であったであろうウルトラマンエースの第38話復活ウルトラの父と降臨祭の模様を初めて知らせてくれたウルトラマンメビウスの第37話父の背中について振り返っていきたいと思います。はい、まずエースの38話なんですけど、北斗たちが養護施設の子供たちにクリスマスプレゼントを届けてみんなでパーティーをするんですよね。素晴らしい行いだと思うんですけど、この時プレゼントをラッピングを剥がしてから渡しているシーンがあって、それはそのまま渡してあげて、ワクワクしながらビリビリするのも楽しいのって思いながら見てました。パーティーはすごい楽しそうだったんですけど、なんか子供たちが劇みたいなのをやっていて、少女がパパは戦争で死んじゃったし、ママは蒸発しちゃったし、お兄ちゃんもお姉ちゃんも東京行っちゃったし、私だけ一人ぼっち、一体どうしたらいいの？台本考えたの誰や？悲しすぎるわ。ね、まあそんな感じでワイワイ楽しくやっていたんですけど、庭にあった雪だるまの中から突然鳥獣が現れて、養護施設の先生が失明してしまいます。その直後に超絶怪しすぎるサンタクロースが空を飛んで現れて、当然北斗もゴリゴリに怪しんでいました。で、鳥獣スノーギランが街で暴れまくって人々を失明させまくる凶悪ムーブをかましていたので、エースが登場して戦うんですけど、このスノーギランめちゃめちゃ強いんですよ。このチャンネルの動画のウルトラマンエース最強怪獣ランキングにもランクインしていて、エースを一度倒します。で、このスノーギランは実は生ハゲが日本古来の神を無視して西洋の神ばっかりを崇める人々に怒って、まあ要はクリスマスに嫉妬して暴れさせた鳥獣なんです。その生ハゲがその孤児院をぶっ潰すのじゃーって、なぜかめちゃめちゃピンポイントでみんながいる養護施設を狙ってきます。もうエースも負けていますので、終わりかと思われた時にあの怪しすぎるサンタクロースが私に任せなさいって言って外に出ていくんですよね。実はあのめちゃめちゃ怪しいサンタがウルトラの父で、エースを復活させてエースはスノーギランを見事撃破します。ちなみに生ハゲは人間くらいのサイズしかないのに、ウルトラの父からファザーショットを思いっきり食らってオーバーキルされてました。サンタに扮したウルトラの父が外に出ようとした時に、おじさん危ないのよとか言われていたり、北斗にお前は誰だって詰められたりしていたのを後々見るとちょっとシュールですよね。で、その後なんと月から南優子隊員が現れて失明したみんなの目を直します。結構超人じみた能力ですけど、言っても宇宙人なんで月にいる時はもともとそういう能力があったんでしょうね。優子が来てくれたことが視聴者へのクリスマスプレゼントですよね。このクリスマスにピンチを救ってくれたウルトラの父の勇姿が後々まで語られることになっていくんですね。でも最初に地球に来た時もめっちゃ頑張ってくれていたので、その時のこともたまには思い出してほしいですね。
はい、エースの任期中にウルトラの父が地球に来てから30年以上後のウルトラマンメビウスの時代にウルトラの父降臨祭が毎年の恒例行事として開かれていたことが明らかになります。怪獣品質機にできたって作中で言っていたんで、少なくとも昭和のうちは毎年してたっぽいですね。で、そんな M78 ワールドに25年ぶりにウルトラマンが地球に来た時期だったんで、久しぶりの降臨祭で盛り上がっていたんですけど、そんな降臨祭に行く約束をしていたある父子家庭の親子がいて、でもお父さんが急な仕事が入ってしまって約束を守れなかったんですよね。で、喧嘩して一人で寂しく降臨祭に来ていた後期少年が小声で嘘つきってつぶやくんですけど、未来は一体型のウルトラマンなんで宇宙人なんで、それが聞き取れたんですよね。これにはこうきくんもなんで聞こえてんねんみたいな顔して若干引いていましたけど、で、そんなこうきくんの相談を聞いてあげていた時に、宇宙ストリートファイト連勝街道を爆心中だった宇宙三面魔像ジャシュラインが現れます。関係ないですけど、ジャシュラインの鳴き声好きです。で、メビウスが登場して「お前がウルトラマンメビウスじゃじゃか?」とか言われながらも戦うんですけど、このジャシュラインノリは軽いんですけどめっちゃ強くて、タイプチェンジみたいなことができるので、近接戦闘でも圧倒されて光線も跳ね返されて、必殺技のゴールジャシュラーを食らってメビウスは金に変えられてしまいます。乾杯なんですけど、この時ガイズのみんながもう未来がメビウスって知ってるんで、未来が手も足も出ないだととか、未来くんが金に変えられてしまったとか、誰もメビウスって言っていなくて、ウルトラマンメビウス独特の空気が流れています。で、メビウスに干渉したジャシュラインが調子に乗ってはしゃぎまくっていたんですけど、カラータイマーだけ金になっていないことに気づいてイラついて暴れ回ります。その時のどさくさでレイの親子は仲直りして親子の絆を深め合います。で、メビウスのカラータイマーが割られそうになっていよいよ終わりかっていう時に、期待通りめちゃめちゃかっこよくウルトラの父が降臨します。で、ジャシュラインを軽くあしらってメビウスにエネルギーを与えて座を陸してくれます。その後、父の援護もありつつメビウスは見事ジャシュラインを倒して、申し訳ありません、大隊長に来ていただかなければジャシュラインには勝てませんでしたって謝ります。けどそれに対して父がかっこよすぎる言葉を投げかけるんですけど、それは本編で見ないともったいないのでぜひそうしてください。2人のウルトラマンに感謝する人々と父とメビウスのこのシーンめちゃめちゃいいです。最後にメビウスの成長を楽しみにしている的なことを言って去っていく父の背中がウルトラかっこよかったですね。ここから M78 ワールドは何千年も経ってますけど、まだウルトラの父降臨祭が開催されていたらいいのになと思うばかりです。ここまで見ていただいてありがとうございました。明日明後日は降臨祭を楽しみましょう。さよなら。